Okay, today's title is Present Moment. It has a significant meaning because how you feel right now will create your future as well. So here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic 今ここを大切に生きるです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。この話は時間、そもそも地球上は、時間っていうものがありますよね。当たり前だけど、そうなんだけど、結局今の連続が、私たちが味わっている現実っていうものになってくるんですよね。そうなんだけど、多くの人は今ここにいながらどっちかに行ってる場合がとても多いんですよ。どっちかっていうのは、今までやってきたこと、過去のことにとらわれてるか、もしくは未来に対する不安を今ここで味わってるか。わかるよね。ネガティブな方ですよね。例えば、過去を憂うというか心配するとか、未来を不安に思うっていうような感じ。そうですね。その時は。そう。日本語で言うと、英語なんて言うんだろう、後悔するっていう感じかな。過去にとらわれてる時は。そうですよね。あの時あれを選んでおけばよかったのにとかさ。そうだそうだ。その自分が選択してきたものに対して間違えたかなとか、失敗したかとか、そう思う時は過去にとらわれてるし、未来の不安は、これから先どうなるんだろうとか、確証のない不安とか、病気になったらどうしようとか。そうだね。老後の不安とかもそうですね。老後までいるかどうかわからないんだけどね。っていう風になりやすいっていうのが、一般的。どうですか、純子ちゃんの場合。もともとどうでした？そういうのすごくあったんですよね。その過去の選択、あれは本当に良かったのかとかもうすっごいあったし、その老後の心配とかも20代の時に老後の心配すごいしてたんですよ。だから安定した生活やなければと思ってたけど、それを今思い出したんですけど、それに比べると今あまりそういうどっちも今あんまり前に比べるとないなっていうふうに自覚をしてます。よかったです、それは。でもその時と今って一体何が違うんですかね？それは、今のこの題名がそのプレゼントモーメントですけど、その今が現実というか、今を生きてる、そうだよ、今を生きてるんだよなっていうその大切さを、このやすよさんとのこのプロジェクト通してだったり他もあるかもしれないですけど、なんか前より認識しているのかなと思います。だから今どっちも不安要素とかも不確定要素とかもあるけど、なんか得たものもある、得ているものとか今持っている豊かさとかもあるのも事実だったら、その豊かに時間を過ごせるような方がいいなと思うと、やっぱり自分の、心次第というかね、見方次第なのかなっていうのは感じてますね。結局でもそれってどっちにどこを見てるかっていうだけの話なんだけど、だからその、目線フォーカスしてる場所っていうところ、私たちっていつも何かにフォーカスしているので、それが例えば後悔だったら後ろにフォーカスしてるし、未来の不安だったらその未来の方、前の方、これから先の方にフォーカスしてるっていうことになるんだけど、で今ここっていうのは
今の目の前にあるいろんなものに対して、味わってるっていうか感謝してるとか、今ここを味わえるってやっぱ感謝してる状態っていうふうにも言うことができますよね。なるほどね。そうだ。そう。味わってるっていう感じがします、自分的に。そうね。味わっているっていう感覚ってすごく大切で、もうほんと一つ一つ、だからそれ結局味わうパワーっていうか味わうことができるようになってきたら、今ここを味わい尽くしてるので、後ろに行ったり前に行ったりすることはなくなるんだけど、でもやっぱりなんだろう、この現代社会ってものすごい情報量とか、いろんな情報があれやこれや入ってくるものだから、どうしてもそっちに意識がとらわれちゃったりとか、例えば今ご飯食べてても食べてることを味わってるよりなんかずっと Facebook 見ちゃったりとかさ、そうやって今体験してることを味わっているっていう感覚がもしかしたら今の現代においてはすごく欠けてるのかなっていうふうには思うんですよね。でも何にもしてない時に何を感じるのかっていうのも結構ポイントで、ぼーっとした状態っていうか、ぼーっとしてる時に私だったら何を考えてるかっていうと、でもこっから未来をイメージするってことをよくやるんですよね。でもそれは不安じゃなくてこうなってこうなってみたいな、その今すでにそのこれからやってくる未来に対してなんだろう、喜びを味わっちゃうっていうか、ここでそれを感じるっていうことを結構積極的にやってるんですけど、例えば今のこのどこにも海外に行けない状態だったりして、そうなんだけど、写真を見たりビジョンを見たりいろいろ見ていく中でもうそこに行っているイメージを今ここで味わうこともできるわけだよね。だからこの今ここで何を味わっているのかでこれから作られていく未来っていうものが、決まっていくよねっていう話なんですよね。だからなんていうのかな、いい気分で居続けられることができるのかどうかっていうのがすごい大切で、例えばほら、メモリーを思い返してあの時すごい良かったなとかさ、そういうふうに過去を思い出すこともあるでしょ。その戻り方はすごくいい戻り方で、その自分が体験してきたエッセンスを今ここでまた味わって、でまたああいうのいいなって言ってまた未来にその思いを馳せるとか、だからどっちにしろ今に全てが集結してるから、その過去から引っ張ってきたものっていうのは、何を引っ張ってくるかによるんだよね、どっちにせよ。そうですね。そうだからそれを後悔っていう形で持ってくるのか、すごく素敵なメモリーとして今ここでに持ってきてまた味わってみるのかっていうことだったり、未来だったら今でも特にこの状態このご時世だからどうしても不安の方を見がちなんだけど、そうじゃなくてこんな風になったらいいよねとか、あそこにこう行けたらこうなってこういう風に楽しいよねみたいな、だから未来も過去も全部今に集結した時にそのいい気分でいられるようなフォーカスの仕方ができるようになっていくと、いつだってこの今ここはプレゼントモーメントになると思うんですよね。でもこれがもしできないんだとしたら、例えばなんでできないと思います？今にいられない理由？今ここで味わうものを
心地よくない方を選んでる時ってどんな時なんだろどんな時だったのかな。でも多分そこにただ視線が癖として向いてるだけだよね、きっと。あと暇つぶしとかにもなる気がする。なんかそういうゲームだったなって最近振り返るなるほどね。ですけどね。はいはい。不安を探してきて、それを、不安を味わうゲームみたいな。でもそこまで客観的に今見れるようになってたら、自分が自らじゃあ不安っていうゲームに入ってみようみたいな、に決めて、それは自分で入ってるから、じゃあもうここら辺でやめよって言ってやめることもできるわけですよね。だってそう考えると自分の意思で今ここで何を感じて味わうのかっていうのを思った時に、そう考えてれば不安とか恐れとか怒りとかどこに入っていってもいいってことになるよね。そうですね。それをなんていうのかな。さんが前、瞑想、マインドフルネスの大切さについてのね、トピックもあったと思うんですけど、自分の感情をこう、高いところから眺めるみたいな。それも客観的に観察できるようになった大きな一つなのかなと思うんですよね。どの感情もいいも悪いも本来はないからね。だからなんか今怒ってんだなって客観的に見れる自分がいると、ある意味それはね心地よかったりするんですよ。はいはい。そうですね。なんかね、そうだよね。自分も、年齢を重ねていろいろな人生経験今までにもしてきたし、親を見てもね、随分長く生きてきたんだなとか思うと、なんかこう、生きてることが豊かというかね、そのネガティブなゲームに使うことさえも体験できるこのなんか命みたいな。そうだよね。すごくなんと豊かなことなんだろうってことですよね。自分のいろんな感情を客観的に味わえるようになるっていうのは、やっぱ自分が自分の人生においての主人公であって、その外になんかこう外のせいでそうなってるわけではないってことさえつかめてくれば、そうすると全てがやっぱり豊かだなっていうふうに思うことができるようになると思うんだよね。なのでやっぱ今ここを味わい尽くすイコール自分で全部選んでいるんだねっていうのが分かると、その瞬間いつだって戻れるのかなっていうふうには思います。そうですね。あとはそうだな、自分でもちろん作ってるんだけど、そうは言っても例えばじゃあ地震とかなんかそういうコロナウイルスとかじゃあ自分で作ってるんですかって言われたら、それは作ってないよねっていうふうに思うと思うんですよね。でもそういうことが起きた時の選択、自分の味わう選択肢はまた自分で選べるようになるわけだから、まさにこの今の状況って、コロナウイルス一つにとってもいろんな見方があるし、いろんな捉え方があるし、いろんなその選択肢があるわけなんだけど、もう一人一人が決めていくしかないんだよねっていうのを今本当に試されてるよねっていうふうには感じてるんですよね。そうだから外側のそのなんだろうな、災害とか自然のそういう人間がちょっと困っちゃうようなこととか、そういうことに対してですら、豊かだなって思うことはそこまで思えたらもう本当神レベルなんだけどだけどどういう気持ちでそれを受け止めて、どういう気持ちでじゃあ
自分は過ごしていこうかっていうことを、いや最終的に自分の意思で決められると、すごくいいんじゃないかなっていうふうには思います。今現在のその心の在り方が未来を作っていくっていうことだったりとか、それだとしたら、その豊かさにフォーカスした方が、未来も良くなるし、いいんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってどんな感じですか？その辺。でも例えば、セッションとかでよくこういうことについて話すんですけど、じゃあもっと豊かになりたいなって思った時に、なんでそうなりたいのかがあまりみんな分かってなかったりする場合が多くて、漠然としてるっていうか、なんだか例えばお金だったらもっといっぱいお金あった方がいいよねみたいな。でもそれはじゃあなんでもっといっぱいお金あった方がいいのかっていうふうに自分に尋ねてみると、そこは分からなかったりするんですよね。だから漠然としてるところに対してなんか自分の中で、なぜならばこういうことをやりたいからとか、こういうことにチャレンジしてみたいんだよねとかさ、なんかそういうことを今ここでまた味わっていくってことを繰り返していくと、その自分が望んだ方向に、流れができてくるので、だから漠然としてるところをもうちょっとこうクリアにしていくっていうことが、今ここを味わうってやっぱりいろいろこう自分の中でクリアにしていくっていうことだから、食べ物で言えばさ、なんかいちごだったらあまおうがいいのか、なんかいろいろあるじゃない？いちごの種類って。いちごが食べたいっていうだけよりは、このいちごが好きとかね、なんとかさんのいちごの種類今いろいろ言えないんですけどなんか例えばりんごだったらやっぱりちょっと酸っぱめが好きだから富士がいいとかさ、なんかそういう自分の中のもう少し細部まで味わい尽くしていくってことをしていくと、より自分が望んでいる未来の方に流れができていくんじゃないかなっていうふうに思います。今たっぷり時間がある素晴らしいタイミングなので、なんかそういう自分の繊細な細部までちょっと味わい尽くしてみようかなっていうふうに思っていただけたらいいなと思います。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.